同じ楽器なのに弾くたびに毎回音が違う。そんなことが本当にあっていいのか。普通に考えたら工業製品の常識として到底許容されるものではありません。ボタンを押せば常に同じ結果が返ってくる。それが機械に求められる最低限の条件であるはずです。大量生産される機械において、意図しない挙動や環境による不安定さというのは通常欠陥として厳しく排除されますからね。はい。しかし、電子音楽の歴史を振り返ると、当時の音楽家たちはその欠陥にこそ深く魅了されていました。欠陥に魅了されるというのは面白いですね。手元の資料を読み解いていくと、そこには工学的な正しさと芸術的な感性が激しく火花を散らした非常に興味深い歴史の転換点が存在しているんです。私もこの資料群を前にして不思議な感覚に陥っています。今日あなたと共に向かう今回の探求では、1970年代後半から80年代にかけて、電子音楽界で起きたある種の宗教論争ともいえる出来事の真相を紐解いていきます。はい。テーマは、アナログの魂をかけたシリコンの覇権争いです。そうですね。資料の全体像から浮かび上がってくるのは、工業的な安定性の追求という至上命題と、不完全さが生み出す個性の許容という芸術的な欲求です。その2つは本来反する思想ですよね。はい。この反する思想が当時の開発現場でいかにして衝突し、そして融合していったのか、そこを整理していきましょう。僕が補足するならば、この物語の中心にあるのは、一見すると無機質な黒いムカデのような部品、つまりシンセサイザーの心臓部である IC チップです。なるほど。その小さな黒いムカデの中に、回路の設計思想をめぐる技術者やミュージシャンたちのドロドロとしたドラマが隠されているわけですね。では早速その歴史の内部へと入っていきましょう。まずは当時の時代背景について確認させてください。当時の技術者たちは巨大な物理的障壁に直面していたということですが。1970年代後半、シンセサイザーは単なる珍しい電子楽器という枠を超えて、レコーディングスタジオの核となる存在へ進化しようとしていました。はい、スタジオの中心機材になりつつあったんですね。しかし、そこには巨大な壁が立ちはだかっていました。和音を鳴らす、専門用語で言えば、ポリフォニック化への壁です。単音、つまりモノフォニックしか出せないシンセサイザーであれば、音の通り道は一つの回路で済みます。しかし、和音を出すためには全く別の物理法則と向き合う必要がありますよね。そうです。例えば、5和音を同時に鳴らすとすると、当時の技術的視点からはどういう状況になるのでしょうか。物理的な回路の規模が単純計算で5倍になります。シンセサイザーの基本的な構造は、音の源となる波形を作り出すオシレーター、その波形から特定の周波数を削り取って音色を決定するフィルター、そして音量変化を制御するアンプなどからなります。音の源、音色を決めるフィルター、そしてアンプですね。はい。5つの鍵盤を同時に押して和音を鳴らすということは、この複雑な回路のセットが丸ごと5つ独立して稼働しなければならないということです。つまり全てが5倍になる。当時の電子楽器を開けて中を見るとどういう光景だったんでしょう。現代のスマートフォンのような極小の基板というわけにはいきませんよね。全く違います。当時のシンセサイザーはディスクリート回路と呼ばれる手法で製造されていました。ディスクリート回路。抵抗器やコンデンサー、トランジスターといった個別の電子部品を一つ一つ人間の手作業で基板にハンダ付けして組み上げる方式です。なるほど。顕微鏡で見るミクロの世界ではなく、指でつまめるサイズの部品が広大な基板の上におびただしい数、まるで都市の建築物のように並んでいました。つまりその都市のような回路図をそのまま5和音分に拡張すると、あっという間に冷蔵庫のような巨大なサイズになってしまうわけですね。まさに。スタジオに持ち込むだけでも一苦労ですが、資料を読むと本当に深刻だったのは物理的な大きさではなく、熱という魔物の存在だったと記録されています。その通りです。ディスクリート回路を構成するアナログ部品は、電流が流れることで自ら発熱します。抵抗器は文字通り電気の流れに抵抗して熱を生み、トランジスターも動作の過程で熱を放出します。はい。そして、アナログ回路は温度の変化に極めて敏感なんです。部品が熱を持つと、その電気抵抗値がわずかに変化してしまう。つまり、シンセサイザーは電圧の工程によって音程を決定する電圧制御という仕組みですから、熱で回路内の電圧がほんのわずかでも変動すれば、それが直結して音程の狂いとなって現れてしまうわけですね。はい。
機材の内部に熱がこもったり、ステージの照明で周囲の温度が変わったりするだけで、瞬く間にチューニングが狂ってしまうという致命的な弱点がありました。発熱源が5倍に増えた密閉空間の中ですからね。精密な電圧を維持することは当時の冷却技術では事実上不可能に近かったんです。巨大なサイズとチューニングを崩壊させる熱、この2つの問題を同時に解決しなければ和音の鳴らす楽器は成立しませんでした。そこで技術者たちはどのような解決策を見出したのでしょうか。広大な回路を小さな LSI、つまり大規模集積回路のチップの中に焼き付けて閉じ込めるという技術でした。物理的な限界を突破するためのいわば魔法の箱への移行ですね。先ほどの広大な基板に並んだ都市を数センチのシリコンウェーハーの上に写真現像のような技術で局所の配線として印刷してしまうわけですね。その通りです。このチップ化技術によって物理的なサイズの問題を解決すると同時に部品同士の距離をミクロレベルまで縮めることができました。距離が縮まれば温度差も少なくなると。温度差にあるチューニングのばらつきを一つのパッケージ内に封じ込めることが可能になったんです。なるほど。そして1978年、この LSI 技術を使ったメモリー機能を備えたポリフォニックシンセサイザーとして大きな成功を収めたプロフェット5が登場します。歴史的な名機ですね。この瞬間こそが大衆性を獲得したこの記念碑的な楽器が産声を上げた歴史的な転換点でした。音のセッティングを記憶していつでも呼び出せるという機能は当時の音楽制作の現場を根底から覆す魔法のような出来事だったはずです。そうですね。そしてこのプロフェット5の初期モデルであるリビジョン1とリビジョン2、いわゆるレブ1、レブ2の心臓部に採用されたのが SSM というメーカーのチップでした。SSM チップ。ここからが今回の探求の非常に興味深い部分なのですが、当時のエンジニアやプレイヤーたちの間では、この SSM チップが搭載されたプロフェット5について、まるで生き物のように振る舞う回路だと語られることがあったんです。ちょっと待ってください。生き物のように振る舞うですか？はい。僕たちが今語っているのは、シリコンと金属でできた無機質な IC チップのことですよね。熱問題を解決するために、極小のいわば無菌室のようなチップに回路を閉じ込めたはずなのに、なぜそんな血の通った表現が使われていたのでしょうか。非常に鋭いご指摘です。プログラムされた数値を呼び出して、複数の和音を正確に出力する。それは間違いなく当時の最先端の工学的な成果でした。はい。しかし、実際にその内部で稼働していた SSM チップというのは、決して冷徹で完璧な計算機のような振る舞いはしなかったんです。それはどういうことでしょなぜなら、チップ化されたといえ、アナログの電気信号を扱っている以上、周囲の環境ですとか、時間経過による微細な電圧の揺らぎからは完全には逃れられなかったからです。なるほど。完璧なデジタル空間ではなくて、あくまでアナログの物理法則に支配された極小空間だったと。その通りです。そしてその微細な変化が生み出す出音の揺らぎというのが、人間の耳にはまるで楽器自体が呼吸をしているかのように、あるいは奏者の感情に呼応しているかのように捉えられたんです。呼吸をしているように。はい。この得意な SSM チップの設計には E-MU システムズのデイブ・ロッサムはじめ複数の技術者が関わったとされています。デイブ・ロッサム。彼は後にサンプラーの開発や独自の鍵盤スキャン技術などでもシンセサイザーの歴史に多大な貢献も果たす人物ですね。そうです。その詳細な軌跡については E-MU システムズの回で紐解いている事実でもありますが、今回の焦点は彼が関わった SSM チップの設計プロセスそのものにあるわけですね。はい。ここで私たちが着目すべきなのは、回路の挙動そのものを設計するデイブ・ロッサムと、それを実際の半導体として成立させるロンダウという異なる専門領域の結合なんです。異なる専門領域の結合。理想とする音の挙動、つまり波形の形やフィルターの切れ味をデザインするロッサムの視点と、それを物理的なシリコンチップという現実の極小空間の中に落とし込むダウの視点。この2つの視点というのは必ずしも最初から完璧に噛み合っていたわけではないんです。彼らはまさに未知の開発という海を共に渡っていったのですね。ミクロの世界では配線同士が極めて接近しますから、お互いの電磁気的な干渉や微細な電圧の漏れが生じるんです。
ですからロッサムが描いた美しい数学的な波形というのは、ダウがシリコン状にレイアウトした瞬間、物理的な干渉を受けて形を変えてしまう。ということは SSM のサウンドというのは誰か一人の完璧な設計思想がそのまま無菌状態で具現化したものではなかったということですね。ええ、まさに工学的な視点から見ても、分業と試行錯誤の中で生まれた結果だったと言えるんです。異なる専門性を持った人間がぶつかり合って理論と現実の間で妥協点を探る中で生まれたある種の不器用な副産物、それがあの SSM 特有の音の正体だったと。その通りです。興味深いのは、当時の開発現場において彼らが理論的な正確さよりも実際にどう聞こえるかということを優先していたという記録が残っていることなんです。実際にどう聞こえるか。ええ、オシロスコープに映る波形の美しさとか数値上の正しさよりも自分たちの耳に届く感覚を信じたわけです。数値としてのスペックがどれほど優秀でも、楽器として鳴らした時の説得力がなければ意味がないですからね。工学的な設計図を引きながらも、最終的な判断は常に人間の聴覚に委ねられていたわけです。このアプローチが後に語り継がれる独自のサウンドを生む決定的な土壌となりました。その判断ができたからこそ生き物と称されるほどの魅力が宿ったわけですね。さらに当時の技術的な文脈で見ますと、この SSM チップにはもう一つ極めて野心的な意味がありました。野心的な意味ですか？はい。それまでモジュラーシンセサイザーのように巨大なキャビネットに収められた個別のディスクリート回路として組み上げられていた音の挙動をそのまま半導体チップの中に閉じ込めようとした点なんです。これは単に基板のサイズを小さくしたという物理的な縮小の話だけではないんです。巨大な回路が持っていた個性や癖といったものまで極小のチップの中に移植しようとした。個性までですか？はい。ディスクリート回路を構成していた一つ一つの部品が持っていた微細な誤差や特性、それを半導体という全く異なる物理法則の上でどうシミュレートし実装するか。音そのものを半導体として設計するという発想の転換、まさに技術的なパラダイムシフトです。はい。回路そのものの構成や振る舞いまで含めて再現しようとした結果として生まれたのが、あの予測不能な揺らぎだったんです。計算通りにはいかない。しかし決して不快ではない。絶妙な誤差の集積。これが新しい価値を生みました。回路の使用や熱による温度変化という技術的な制約が結果として独特の揺らぎや有機的な音の個性として受け止められたわけですね。ただ僕としては一つ疑問が湧くんです。はい、何でしょう。その予測不能な揺らぎというのは楽器としての安定性を損なう致命的な欠陥にはならなかったのでしょうか？まさにそこがですね、SSM チップの最も魅惑的な矛盾なんです。このチップの内側には全く違う性質を持つ2つの要素が同居していました。2つの要素。まず音程を生み出すオシレーター部分は温度変化の影響を極めて受けやすくてチューニングが不安定になりがちでした。これは楽器としてみれば言い逃れのできない明確な弱点です。弱点ですよね。しかしその弱点すらも変えてしまうほどの魔法がもう一つの要素に隠されていました。魔法ですか？それが音色を形成するフィルター部分です。このフィルターは豊かな倍音と独特の歪みを生み出す極めて魅力的な特性を持っていました。このフィルターを通すことで不安定だった電子音は極上の響きを獲得したんです。極上の響き。この相反する要素の同居こそが SSM サウンドの本質だったとも言えます。それが演奏者の指先を通じてあの生き物のようなサウンドとして出力されていたんです。リック・ウェイクマンやデビッド・ボウイといった当時の最先端を走るそうそうたるアーティストたちがこの未完成なしかし圧倒的な個性を持つ音に飛びついた事実も深くうなずけますね。ここで私から率直な疑問が浮かびます。そんな魔法のような音が出るなら最高じゃないですか？楽器としてすでに完成されているのでしょうか？その疑問への答えは極めて現実的で冷酷な物理法則に基づいています。SSM のその魅力的な揺らぎは同時に致命的な弱点でもありました。機材自身が発する熱によってチューニングが容易に狂ってしまったのです。回路の世界においては音の魅力と製造や動作の安定はいつも同じ方向を向くとは限りません。いかに素晴らしい音色であってもライブの現場でチューニングが狂っていく楽器はプロの道具として致命的でした。
演奏中に音が外れてしまうのでは、音楽の基盤そのものが崩壊してしまいますからね。機材の中にエアコンを組み込むわけにもいかない中、その不安定さという現場の切実な課題を解決するために、歴史は次の局面を迎えます。はい。1979年、全く新しいアプローチを持つ勢力が登場するのですね。その通りです。ダグ・カーティスが設立したカーティス・エレクトロ・ミュージック・スペシャリティーズ、いわゆるカーティス陣営の登場です。カーティス陣営ですか。ええ。彼が設計した CM3320 フィルターや CM3340 オシレーターは、当時の技術において明確なブレイクスルーでした。単純に部品を熱に強くしたというだけではないのですよね。どのような技術的革新によってその熱問題を克服したのでしょうか。複雑な温度保証回路を半導体チップの上に直接組み込んでいたのです。チップの上に直接ですか。はい。このアプローチにより、過酷な照明を浴びるステージの上でも、空調の効いたスタジオでも、環境に左右されず、高い再現性で安定した音が出るという、それまで当たり前ではなかった安心感を提示しました。はい。これは、演奏現場での扱いやすさを劇的に向上させたのです。チューニングが狂いやすいということは、それだけ工場での出荷前の調整に膨大な時間がかかり、販売後もメンテナンスのコストがかさむということです。なるほど。ビジネス上の負担も大きかったわけですね。ええ。カーティスのチップは、そうした工学的なハードルを一気に下げました。不良品を減らし、安定した量産と部品供給を確保したいというメーカーの切実な要求にも完璧に応えるものだったのです。瞬く間に業界の標準として大衆性を獲得していく背景には、そうした工業的な利点とビジネス上の必然性があったのですね。しかしここで私は、リスナーであるあなたの視点を代弁して切り込みたいと思います。工業的に安定して、いつでも完璧に同じ音が出るようになると、SSM にあったような微小な環境変化が生み出す人間らしい揺らぎや魂のようなものは失われてしまうのではないでしょうか。ええ。それは芸術を表現する楽器として本当に正しい進化だったと言えるのでしょうか。非常に鋭く本質的な問いですね。そこに対する答えとして、当時のもう一つの強い思想を提示しなければなりません。もう一つの思想ですか。はい。それは、どこでも同じ音楽を成立させることこそが理想だという考え方です。どこでも同じ音楽を成立させる。それは機材の個体差や環境への依存を排除するということですね。ええ。安定して再現できてこそ楽器であるという哲学です。カーティス系の設計は単に熱暴走という技術的な問題を解決しただけではありません。と言いますと。回路の挙動から半導体レベルに至るまで、その再現性という理想を最初から意図した形で実現しようとしたものなのです。海を越えて世界中のどのステージでもプレイヤーが頭の中で思い描いた意図通りのパフォーマンスを確実に行えるようにする。なるほど。それもまた工学と音楽が交差点で見出した紛れもない正しさなのです。予測不能な揺らぎを生む SSM か、完璧な再現性と安定性を誇るカーティスか、最も過酷な選択を迫られた人物にフォーカスを当ててみましょう。ええ、あの人物ですね。はい。プロフェット5の生みの親であるデイブ・スミスです。デーブ・スミスが直面した現実は非常に過酷なものでした。彼は開発者として不安定な音の魅力、つまり SSM が持つ魔法のような音色を誰よりも理解していました。そうですよね。自分が選んだ初期の心臓部ですから。はい。しかし同時に現場のプレイヤーたちがチューニングの問題に振り回され、音楽に集中できていない事実を前に決断を迫られたのです。芸術的な魅力と道具としての実用性の間で引き裂かれるような状況ですね。ええ。そして結果として、マイナーチェンジ版であるリビジョン3、いわゆるレブ3の製造において、一つの重大な決断を下します。どのような決断でしょうか。プロフェット5の心臓部を SSM 製からカーティス製のチップへとそっくりそのまま入れ替えることを決断したのです。つまり、量産や部品供給という現実的なビジネスと工学の都合、そして現場の安定のために自分の生み出した名機の心臓を丸ごと移植してしまったということですね。設計者としては身を切るような思いだったと推察します。楽器はアトリエの飾りではなく、過酷な現場で使われる道具ですからね。現場での安定性や今後の供給を優先した極めて現実的で合理的な技術判断でした。なるほど。しかし僕の分析では、この現実的な決断がプロフェット5という楽器の性格そのものを決定づける
後戻りできないターニングポイントになったと考えています。設計者の意図を超えて、電子楽器の歴史において、新たなパラダイムが産声を上げた瞬間でした。開発者にとっては、それは苦渋の決断でありつつも、現実的な解決策でした。しかしそれを使うプレイヤーたちにとっては、単なる部品の交換では済まされませんでしたよね。ええ、全く済まされませんでした。この心臓部の変更が引き金となり、どちらが本物のプロフェットかという激しい対立がプレイヤーたちの間で勃発したのですよね。はい。少し整理して分析してみましょうか。SSM は、揺らぎや個体差を含めた音の質感が評価される一方、現場目線では安定しないとも表現できるものでした。はい。対するカーチスは、高い安定性と再現性によって、現場での信頼を獲得しましたが、一部からは無機質になったと受け取られました。この2つが、なぜここまで評価が分かれたのか。それは、単なる事実としてのスペックの優劣を競うものではなかったからです。工学的なスペックの話ではなく、どちらを本物と感じるかという極めて文化的、そして音楽観的な対立であったということですね。その通りです。制御しきれない揺らぎこそが音楽の魂なのか、それとも人間の意図を狂いなく具現化する再現性こそが正しさなのか、これは結果として音楽観の違いとして語られるようになっていきました。私は不思議に思います。揺らぎこそが音楽なのか、それとも再現性こそが正しさなのか。これって結局歴史の中で明確な答えは出たのでしょうか。断言しますが、当時も現在もこの問いに明確な答えはありません。答えはないのですね。ええ。ここからどちらが本物のプロフェットかという半ば宗教のような論争が始まります。それぞれのプレイヤーが自分らの信じる音色こそが真実であり思考であると主張し、互いの正当性を相入れないものとしてぶつけ合う。それは事実関係の確認ではなく、自身の美学に対する信仰の告白に近いものでした。自己の芸術を託すにあたる本物はどちらか。その問いは、もはやスペックシートや回路図による合理的な解決が不可能な精神的な領域へと足を踏み入れていたのです。そしてこの対立は、プロフェット5という一台の楽器の中だけにはとどまらず、やがて電子楽器業界全体を巻き込む大きな衝突へと発展していきます。心臓部をめぐる本物の定義についての論争は、他の機材、他のブランドのおける部品の変更や設計の変遷においても同様の分断を生むモデルケースとなっていきました。技術の進歩とともに歩むことを宿命づけられた電子楽器において、この過去の不完全な部品と新しい完璧な部品、どちらが真実の音なのかという問いは、あらゆる現場で繰り返される普遍的なテーマへと拡大していったのです。しかし、そのチップの変更が行われた1980年頃の時点では、まだ誰もそれがその後40年続く、岩が終わらない戦線になるとは思っていませんでした。歴史の皮肉としか言いようがありませんね。技術者たちが不眠不休でチューニングの狂いを修正し、改善し、より良い製品を作ろうとしたその努力が結果的に、昔のあの不完全な音こそが魔法だったという神話を生み出す原因になってしまった。私たちは電子回路という冷たい物理の塊が持つ人間の感情をコントロール不能なまでに増幅させてしまう力にただ立ち尽くし、その果てない論争を観察することしかできないのかもしれません。なぜこの論争は40年経った今でも決着がついていないのか。データで証明できるものでもなく、明確な物理的真理が存在するわけでもないこの問いが、なぜ未だに人々の心を捉えて離さないのか。その結末と正体については、次回の後編でじっくりと解剖していきたいと思います。最後に、今回の探求を終えるにあたり、あなたに一つの問いを投げかけたいと思います。仮に工学的に全く同じ部品を世界中から集め、当時と同じ回路図通りに組み上げたとして、それは本当に同じ楽器と呼べるのでしょうか。それとも、楽器の本物という価値は物理的な実体の中には存在せず、プレイヤーたちの深い信仰心の中にのみ実在する幻影に過ぎないのでしょうか。この深い淵について皆様ご自身の思考を巡らせてみてください。視聴者の皆様、最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。本日はここまでとさせていただきます。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。